祭りでね、もう声が枯れてね、もう出ないんで、でも明日からロール頑張ります。器ゆうさんからいっぱいいろいろ頼まれてるんですけど、もう祭り忙しくてね、もう声も枯れるぐらいもう祭りで叫びすぎてね、もういろいろ大変でまあこれから頑張ります。まあ、その証拠写真といいますか、証拠映像といいますか、ただやからその祭りの映像をこんにちは。こんにちは。今回皆さんと一緒に深く掘り下げていくのは、桜井市にある初瀬という場所、はい、初瀬ですね。ここから届いた、一つの物語です。1000年以上も続いてきた地域のお祭りがですね、ちょっと途絶える寸前だったと。それを、現代的な作風で知られる一人の陶芸家の方が、仲間たちと力を合わせてもう一度灯を灯そうとしたと、そんなお話になります。地域にとっての宝が失われそうな時、一体何が人を動かすのか、一緒に探っていきましょう。はい。まず物語の中心人物なんですけど、吉岡万里さんという陶芸家の方です。吉岡万里さん、彼の作品をご存知の方もいるかもしれませんが、非常にポップで色彩が豊かで、なんかキャラクターとかも描かれてますよね。そうなんです。キャラクターが登場したりして、器っていう形を借りてまるで現代の神話みたいなものを紡いでるような、そういう独特の世界観をお持ちの方ですね。確かに作品を拝見すると、その鮮やかな色使いとユニークなキャラクターがすごく印象的で、いわゆる伝統的なわびさびみたいな世界とはなんかかなり違ったアプローチをされてる方ですよね。まさにその彼がですね、生まれ育った地元で直面したのが、1000年以上の歴史を持つ与木天満神社。与木天満神社、そこのお祭り、特にその中心行事であるみこし巡行。みこし巡行、これが人手不足とそれからコロナ禍という、ダブルパンチで、もう何年も中断されて、このままでは消えてしまうかもしれないと。そんな危機的な状況だったんですね。そうなんです。まずその与木天満神社のお祭りというのが地域にとってどれほど大切なものだったのか、ちょっと背景を知りたいですね。その通りです。この神社の歴史は非常に古くてですね、創建が平安時代の946年。946年、平安時代ですか。日本最古級の天神様、つまり菅原道真公を祀る神社として知られています。1000年以上にわたってこの初音の地の人々の信仰を集めて日々の暮らしに寄り添ってきた、まさに地域の精神的な支柱といえるような存在ですね。1000年、いやちょっと想像を絶する長さですね。そしてかつてはですね、この神社の例祭、年に一度の大祭ですけど、これが大変なにぎわいを見せていたそうなんです。記録によれば奈良の春日大社の春日若宮御祭、それから丹山神社の蹴鞠祭り、有名ですね。これと並んで奈良の三大祭りの一つに数えられていたほど、盛大だったと。奈良の三大祭りですか。それはすごい。今のなんていうか静かな街のイメージからだとちょっと想像がつかない感じもしますね。そうかもしれませんね。でもその事実っていうのは、この地域がかつて文化的に非常に豊かだったことの証拠でもありますし、地元の人々にとってはやっぱり大きな誇りでもあったはずなんですね。なるほど。特にそのみこし巡行、これはただのお祭り行列ではないんです。と言いますと、近くの長谷寺にですね、江戸時代に描かれた与木天神祭礼図という絵巻物が残っていて、絵巻物があるんですね。そこにもこの神尾巡行の様子が生き生きと描かれてるんです。つまり非常に由緒ある歴史的な行事なんですね。なるほど。じゃあ万里さんたちがやろうとしたのは単にイベントを復活させるっていうだけじゃなくて。そうなんです。だからこそこれほど地域にとって象徴的で重要な祭りがなぜ存続の危機に瀕してしまったのかという疑問が浮かびますよね。確かに。そしてその答えは残念ながら現代の日本の多くの地方が直面している問題、
つまり過疎化とか高齢化による担い手不足っていう、懸念深い課題に直接つながっているんです。その重い現実の中で吉岡万里さんはどう立ち向かっていったんでしょうか。はい、先ほどお話にあったように作風は非常にモダンで、カルロス君とかピュア原人とかそういうキャラクターを生み出す方ですよね。ご本人はこの伝統的な祭りに対して最初はどう感じていたんでしょう。彼自身この神社のすぐ麓にある宮本っていう地区で生まれ育ってるんですね。宮本地区。この地区は代々神社の運営とか祭りに深く関わってきた家が多い場所なんです。なるほど。ですから万里さんにとってもこの祭りっていうのは単なる地域の行事というよりは逃れられないアンセストラルデューティーっていうんですかね。祖先から受け継いだ務めみたいな。なるほど。個人の意思を超えた地域の一員としての役割みたいなものがあったんですね。そうですね。そしてその神輿当番という祭りの中心的な役割を担う順番がついに彼に回ってきた。しかも記事によるとちょうどご自身の陶芸家としての古典の準備とその祭りの準備期間が完全に重なってしまったそうなんです。それは想像するだけで大変ですね。アーティストとしての創作活動と地域の重責が同時にですか？いや、想像を絶するプレッシャーだったと思いますよ。でもそんな状況からどうやってやるしかないっていう方向に向かったんでしょうか。何が彼を支えたんでしょうね。そこがこの物語のなんていうか非常に人間らしい、そして感動的な部分だと思うんですね。彼を奮い立たせたのは町の人々の温かい声だったそうなんです。声援ですか？頑張れよと彼は SNS にこうも書いてるんです。でも町中の皆さんが頑張れよと応援してくれるのでもう後には引けません。やるしかないやろう。なんかグッときますねそれ。決して一人じゃないんだと、地域のみんなが見守ってくれてるんだっていう感覚が多分彼の背中を押したんですね。まさに地域の絆が力になった瞬間ですね。そうですね。その声援を受けて万里さんは仲間たちと共に途絶えていた神輿巡行を自分たちの手で復活するんだと決意するわけです。川上区の皆さん、今日は晴れの三種港の神輿巡行です。もうここまで来たらやるしかありません。一致団結してこの神輿巡行をやり遂げましょう。いきますよ。えいえいおーえいえいおーえいえいおーありがとうございます。張り切っていきますよ。前前前前前前
もう一つ一つの課題を本当に地味にクリアしていった。地域の人々も最初は半信半疑だったかもしれませんが、彼らの本気の姿を見て次第に協力の輪が広がっていったようです。ああ、よかった。そしてついに祭りの当日を迎えることができたんです。当日はどんな様子だったんでしょうか？万里さん自身はこじんまりした祭りだったと振り返っていますけど、こじんまり。でもその日、町には何年かぶりかで本当に大切な光景が戻ってきたんです。というと？祭りが無事に終わった後、彼は感謝の言葉とともにこんな風に書いています。おかげさまで祭りもなんとか盛況のうちに終わることができて、久しぶりに人々が笑顔に包まれ、そして街に一体感が生まれたように感じたのは僕だけではなかったと思います。久しぶりの笑顔と街の一体感、それこそが祭りがもたらした一番大きな成果だったのかもしれないですね。そう思います。単に行事ができたということ以上に、まさにその通りだと思います。物理的に神代が動いたということ以上に、そのプロセスを通じて人々が顔を合わせ、言葉を交わし、共通の目標に向かって力を合わせた。その経験自体が失われかけていた地域のつながりとか活気をもう一度読み覚ましたんですね。ここまで一連の物語を伺ってきましたが、この経験全体から私たちはどんなことを学び取れるでしょうか？そうですね。今回の探求を総括すると、吉岡万里さんと仲間たちの挑戦というのは、単に中断していた行事を物理的に再開させたという以上の意味を持っていたと言えると思います。はい。それは途絶えかけていた地域の人々のつながり、コミュニティの絆を祭りの準備から当日までのプロセスを通じてもう一度紡ぎ直す営みだった。紡ぎ直す。そして同時に先人たちが1000年以上守り伝えてきた文化のバトンを自分たちの手で未来へとつないでいこうとする非常に尊い試みだったなと。確かに結果だけじゃなくて、そこに至るまでの過程そのものに価値があったということですね。そして特に注目すべきは、やはりポップアートの作り手という一見すると最も伝統から遠いところにいるように思えた人物が、誰よりも深く、そして真剣にこの伝統の継承という重責を担ったという事実ですよね。そこは本当に興味深い点ですね。これは地域のアイデンティティとか文化というものがなんか博物館に飾られているような完成されたものなのではなくて、常に新しい世代の担い手がそれぞれのやり方で情熱を注いで薪をくべることで燃え続ける生きた炎のようなものだということを示唆しているように思います。生きた炎ですか。なるほど、いい表現ですね。そしてもう一つ、この事例から見えてくる重要な点は、彼らが最終的に実現したのがこじんまりした祭りだったということです。そうでしたね、こじんまり。つまり祭りの形を完全に昔通りに再現することだけが目的ではなかった。むしろ中断によって失われていたプロセス、つまり地域が一つになって困難に立ち向かい何かを成し遂げるという経験そのものを再構築することに、現代における祭りの本質的な価値を見出したと言えるのではないでしょうか。なるほど。規模の代償ではなく、その一歩を踏み出したこと、そして共に汗を流した経験そのものが何より重要だったのだと思います。なるほど。こじんまりという言葉にむしろ希望を感じますね。完璧じゃなくてもいい、小さくてもいいから、まずは一歩を踏み出すことが大切なんだと。そうですね。彼らの物語はそれを教えてくれている気がします。さて、これを聞いているあなたにも最後に少し考えてみてほしいんです。あなたの身の回り、地域やコミュニティの中に、もしかしたら忘れ去られかけているけれど、本当は未来に残したい、つないでいきたいと思えるような大切な宝物ってありませんか？それは壮大なお祭りとか歴史的な建造物だけではないかもしれません。何気ない風景だったり、人々の間で受け継がれてきた知恵や技術、あるいはただ集まって語り合う時間のようなものかもしれない。そうですね。いろいろな形がありますよね。それらを守り、そしてもしかしたら万里さんたちのように今の時代に合った新しい形で輝かせるために、私たち一人一人にできる小さな一歩って何でしょうか？少し思いを巡らせてみてください。